いますけれども、みかん花があちこち咲いていますので、その撮影をしていきたいと思います。今回撮影した場所は小石川後楽園です。関東圏で有名な埼玉の日高市にある巾着田や幸手市の根源堂堤のような群生ではなくて、ポツポツと庭園内に咲いている感じだったので、花をクローズアップしての撮影がメインになります。撮影した9枚の写真を見ながら撮影ポイントを説明したいと思います。最後に私が撮影するときに意識をしているコツ、11ポイントをまとめてお話をするので、どうぞ最後までお付き合いください。撮影に使用したレンズは富士フイルムの望遠レンズ XF55-200mm F3.5 から 4.8 で、センサーが APS-C なので 35mm フィルム換算すると84から 305mm 相当になります。都内の庭園だと柵があったり人がいたりで近づけなくて、遠くにあることを考えて望遠レンズを選んでみました。また群生ではないので、パンフォーカスでの撮影よりも花をクローズアップしてボケ感のある撮影が良いかと思ったので、被写界深度、ピントが合っている奥行きが浅くなる望遠レンズを選んだ理由でもあります。この1枚目ですけれども、入り口を入ってすぐ池のほとりの彼岸花になります。まず思ったのは、光が作るコントラストがとても綺麗だなということでした。撮影した時が午後3時半頃で、日差しが落ちてきて斜めに光が差し込んでいたのですけれども、この彼岸花に日差しが当たって、木々の影と差す光のコントラストが綺麗で、彼岸花も日差しが当たっているところと当たっていないところなどがあったので、そのコントラストを活かして撮影したものになります。奥の木々の垂直のコントラストと対角線に入った光のコントラストのバランスも考えてみました。光とコントラストを活かしたかったので、露出の方は下げて、また周囲をさらに暗くなるように、そこの方はスポットで撮影をしています。ここにですね、一輪だけ彼岸花が咲いています。これを逆光で、そして後ろのハスがちょっと傷んでいるので、あちらの方をぼかして撮影をしてみたいと思います。2枚目は逆光で背景にハスの、葉っぱの緑を生かしたものになります。なぜ逆光で撮影しようと思ったかというと、この光が当たった花びらの透け感が綺麗だなと思って、これを生かして撮影しようと思いました。背景のハスなのですが、欠けていたり、枯れていたり、かなり傷んでいたので、ぼかして撮影、そして逆光なので、速攻スポットにして露出を下げて、背景を暗く、花びらの透け感も生かして撮影をしてみました。こちらは先ほどと同じ彼岸花を左側に回り込んで撮影をしています。先ほどと変えた点は、焦点距離、こちらですね。先ほどは134ですけれども、焦点距離と露出補正、マイナス 1.7 から 0.7、そして絞りも 6.4 と、はい。で、カラーバランス、シャープネスになります。ふんわりハイキーに仕上げたかったので、先ほどよりも露出をプラスにして、絞りを先ほどよりも開いて、明るくかつボケ感強くクローズアップにして撮っています。ふんわり仕上げるためにシャープネスをマイナス4にして、ホワイトバランスはオートの補正シフトで青寄りにしています。なので、彼岸花が肉眼のオレンジよりもちょっとローズ寄りになっているかと思います。カラーについては基本プラス4で撮影をしています。なので、ハスの枯れた部分がちょうど良いオレンジ色の差し色になったかなと思います。順光で光が当たっているんですけれども、これをあえて、背景の方を暗くして赤と黒という世界で撮影をしてみたいと思います。この時に必要なのが速攻モードになります。速攻の方をスポットにして撮影をすると背景の方が暗くなります。彼岸花曼珠沙華というと、燃えるような赤と花びらのフリルやこのしべのカールも彼岸花ならではの特徴で、妖艶な雰囲気が魅力的かなと思っているので、背景を黒にして赤が引き立つように撮影をしてみました。湖の池の水面の日陰になっているところを背景にして、かつ日差しが差し込んでいる彼岸花を選んで、スポット速攻で撮影することでより背景が暗くなっています。ピントを合わせる場所は、基本しべの根元の部分で良いかと思います。望遠で手
手持ち撮影する場合は、ピント合わせがオートフォーカスだと難しい時があるかと思うんですけど、例えばこの場合だと、手前のこういう締めの方にピントが合ってしまったり、また風で揺らいで外れたりすることもあるので、オートフォーカスが難しいときは、マニュアルフォーカスでピントリングを回して合わせるといいかと思います。この写真はピントをここの中心の花びらに合わせています。構図は茎がギリギリ入らないよう、また、あえてちょっと右側のこちらにもこうあるんですが、こちらの方は半分切って、カールしたこちらの締めですね。を活かして撮影をしてみました。若干こう白飛びをしている部分があるんですけれども、これ以上暗くすると赤い後ろ側の締めとかが見えなくなってしまうので、また逆にこの白飛びがアクセントになるかなと思って露出はこの程度で抑えて撮影をしてみました。今ここに1輪だけ咲いているんですけれども、今現在ここには光が当たっていなくて、水面の方には光が当たっている状況です。今度はあえて背景気味で赤と緑の世界で撮影をしたいと思います。露出補正の方を高めにして、そして、背景になるので色の方サイドを少し上げても赤が潰れないかと思いますので、それで撮影をしていきたいと思います。先ほどとは印象がガラリと変わって、背景を赤の反対の補色、緑との2色でパステル調に撮影をしてみました。日差しが当たった池の水面を背景に、日差しが当たっていない彼岸花をスポット速攻で撮影することで、より背景が明るくなりました。また露出を 1.7 まで上げているので、色も薄くなり、パステル調の可憐な感じに仕上がったと思います。逆光になってしまってますけれども、ここに1輪だけ、彼岸花があります。これを逆光で、丸ボケを作って、ちょっと女性好みの感じに撮影をしてみたいと思います。水面や木々の隙間から漏れる木漏れ日のキラキラがとても綺麗だったので、このキラキラを丸ボケにして撮影をしてみました。この丸ボケのメルヘンな感じをさらに出したくて、露出の方をかなり上げて、で、上げた分フィルムシミュレーションビビットで色をのせています。他メーカーさんだとピクチャースタイルとかピクチャーエフェクト、ピクチャーコントロールなどの中にビビットとか風景とかあると思うんですけれども、そこのサイドの部分を強くする感じですね。赤は色が強すぎると、こう、飽和をしやすくのっぺり潰れたような感じになってしまうんですけれども、あえてカラフルに仕上げるため強めにちょっとしてみました。ちなみにここに雲が隠れていますけれども、そしてここに雲の糸がありますが、雨上がりだったら雨の雫もここにこうできてキラキラしてよかったかもしれないですね。先ほどと同じお花で、先ほどよりも背景のボケが入らないように左に回り込んで撮影をしています。正面になると全体的に丸ボケが入ってしまうんですけれども、左側に入って、右側が森にも日差しが当たってないところになるので、丸ボケが見えないところですね。先ほどと比べると全く違った印象ですけれども、こちら露出を、先ほどの 1.3 プラスよりもマイナス 1.7 に、落として、この花びらに当たった日差しの透け感を生かして、かつスポット速攻なので、暗い部分が一段と暗くなりました。色の方なんですけれども、今度はこちらカラーをマイナス4にして、かつフィルムシミュレーションっていうのを発色を抑えた富士特有のクラシッククロームというのがあるんですが、そちらで色を抑えて落ち着いたトーンで撮影をしてみました。こちらと比べるとこのように違います。根っこにも彼岸花が咲いているので、こちらを狙って撮影をしたいと思うんですけれども、ここから絞り優先で撮ると後ろの緑のところが丸ボケができると思うので、そちらで1枚撮って、そして今度はこちらの方向で前ボケを入れて撮影をしてみたいと思います。左上の木々の隙間から漏れる光の玉ボケを狙って右下から煽って撮影をしています。お花や周辺も日差しが当たらない場所だったので、標準の評価マルチ速攻にして、背景の明暗さも極端にせずに、左上から右下へ自然なグラデーションの明るさにしました。これで9枚目の最後になりますけれども、こちらは前ボケというもので撮影をしています。この部分に
彼岸花の赤を入れて前ボケを生かして撮影をしているんですけれども、群生などでは前ボケでふんわりをさせた撮影が可能なので、ぜひチャレンジしていただければと思います。撮影をするときのポイント11点を説明したいと思います。まずは、どのように表現したいのかということですけれども、パッと見た時の印象で、妖艶な雰囲気なのか、もしくはふんわりパステル調なのかなど、どう見せて、どのように見た方に感じてもらいたいのかのイメージが、まずは大切かと思います。どう切り取るのかですね。群生や壮大な場所に咲いているならば、俯瞰でダイナミックに撮影してその場の雰囲気を表現したり、ポツンポツンとしか咲いてなくて、背景もいまいち、または刈りかかっているから全体を映せないときは、花をクローズアップして切り取ってみるといいかと思います。その状況で彼岸花が一番活かせる構図を考えてみると良いかと思います。光を読むですね。光の当たり方には順光、逆光、反逆光、サイド光などがあります。彼岸花や周辺がどのように光が当たっているのかを見て、どの角度でどのように切り取るか、また露出補正や側光で明るさを調整してみてください。あとは時間帯によって日差しの当たり方も変わってくると思うので、どう表現したいのか次第で時間も合わせてみると良いかと思います。背景を生かすですけれども、主題の彼岸花を生かすには背景の明るさやボケ感、色なども重要になってきます。背景の明るさの違いで全体の印象も変わり、背景がごちゃごちゃとしていると目線がそちらに行ってしまいますし、彼岸花の場合だと、たとえ背景がボケていても赤が重なりすぎていたりすると主題が生かされないので、彼岸花を生かすための背景も重要になってきます。角度を決める。だいたい斜め上から撮影することが多いと思うんですけれども、背景とのバランスも考えて、斜め下から煽って、または真横から、真上から、いろいろな角度から狙ってみるといいかと思います。特に彼岸花の場合は、このカールしたひらひらの花びらとカーブを描いたしべの曲線が特徴的なので、それが生きる角度で撮影すると良いと思います。次に設定についてです。F 値はボケ感を出したいなら F 値を小さくして絞りを開いて、隅までピントの合ったパンフォーカスで撮影したいのであれば F 値を大きくして絞りを絞って調整をします。そして側光なんですけれども、背景との明るさのバランスを取りたいときは側光で調節するといいかと思います。私は今回スポット側光を多用してますけれども、標準的な評価、マルチ側光だったり、あとは中央重点などもあるので、明るさのバランスを見ながら調節してみてください。そして露出ですけれども、画像の全体的なイメージは明るさでも変わるので、アンダーだったりハイキーだったり、表現したい露出に補正をしてみてください。カメラによっては一度のシャッターで明るさの違う画像が数枚撮れる AE ブラケット撮影もあるので、それを試してみるのも良いかと思います。で、色については、視覚の中でも色というのは8割ほど印象を決めると言われているぐらい重要になってくるんですけれども、ホワイトバランスやピクチャーエフェクト、スタイルだったりコントロールで色を調整したり、また背景との色のバランスも見ながら撮影することをお勧めします。ピント。こちらは基本しべのこういうところの根元あたりに狙うと合いやすいかと思うんですけれども、アップで被写界深度が浅いと、オットフォーカスでピント合わせしたときに、思ったところになかなかピントが合わないということもあるので、その場合はマニュアルフォーカスで調整すると良いと思います。また、彼岸花の場合は、花びらもこうひらひらカールして綺麗なので、マニュアルフォーカスで花びらを狙って撮影するのも良いかと思います。シャッター速度については、広角なのか望遠なのか、レンズにもよりますけれども、日中手持ちの場合は、目安として、一般の方だったら50分の1とか言われていますが、頑張れたら全然30分の1秒でも撮れると思うので、それよりも早い設定であればブレないかと思います。風で花が揺れているとブレやすいので、ブレない速度に調整をしてみてください。そしてここには書いてないんですけれども、ISO 感度については、やはり画質が綺麗であってほしいので、なるべく ISO の数値は低い方で設定することをお勧めします。ボケ感がある撮影であれば、絞りが開いているので、晴れた日中であれば、手持ちでも100から200でも全然大丈夫かと思います。シャッター速度が遅くてブレてしまうようでしたら、ブレないところまで少しずつ ISO の数値を上げてみてください。以上となりますけれども、今年は猛暑の影響で開花が1週間ほど遅れているようなので、ぜひ今見頃を迎えた彼岸花を撮影してみてください。